皆さんこんにちは、さおりです。今回はですね、前の動画でワーホリ辛かったっていうこちらの動画を出してるんですけど、ここでね、結構シェアハウスの私が住んできたシェアハウスのリアルっていうのを話してるんですけど、この動画ではそれ以外にもワーホリの総括みたいな形で、仕事の話だったりとか、友達作りの話もしてるんですね。ただ今回は本当に家にフォーカスして話していこうと思います。オーストラリアでワーホリとか留学をする際に家が見つかるか、ちゃんと快適に過ごせるのかっていうところが結構懸念点とか不安点の上位に上がると思うんですね。今は私はオーストラリアでのワーホリを経て、現在はねちょっと私のプロフィール載せるんですけど、こんな感じで、現地の IT エンジニアとして働いてるんですけども、で今でこそこんな感じですね。やっとこそ快適な、綺麗めなね部屋に住めてるんですけど、ここまで来るのに数々のシェアハウスのね事件を経験しております。なので今回は私の激ヤバシェアハウスの経験談をシェアしていきながら、その点を踏まえてね、どういう点でシェアハウスを選んだら失敗しないんじゃないかっていうところね、あくまで私視点、私の経験をもとになっちゃうんですけど、最後にねシェアしていこうかなと思います。この動画はオーストラリアでのワーホリや留学考えている方、ぜひ参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。早速ね、最初に私の住んできた家について話していこうと思います。計私は今の家含めて4つの場所に住んだんですけども、まず1つ目はですね、名付けてゴーストハウス Owned by 金の亡者です。このハウスがですね、もうしょっぱな一番やばいんですけど、もう一個一個事件をねシェアしていきます。まず1つ目が、いるはずの韓国人の女の子がいないです。これがねゴーストハウスの名付け理由なんですけども、私オーストラリアでワーホリに来た時に結構な数ね内見に行ったんですけど、その中でこう住んでもいいかなって思えたとこだったので、ここに決めました。でなんとね、入居初日に韓国人の女の子が2人住んでるよっていう話だったから、じゃあ2人いるんだな、楽しみだな、友達になれるかなみたいな感じで行ったんですね。なんですけど、そこには誰もいないんですよ。で住んでるような雰囲気もなくて、物とかもないから、オーナーに聞いたら、そういえばいないねみたいな、何の嘘なのか気遣いなのか分かんないんですけど、一人かと思って、で一軒家みたいな形で、1階2階あって、下に部屋が2つですね。1つがシングルルームで、2つ目がシェア部屋で、2階に2つシングルルームがあるみたいな作りだったんですけど、なので1人で住むには本当に大きすぎるみたいな形で、ちょっと寂しいななんて思ったんですけど、そんな形でオーストラリアのね初めてのシェアハウス生活をスタートしました。着いて夜ねシャワーを浴びようとしたら、5分後ぐらいにもう冷水に変わって、で私が行ったのは6月だったので、オーストラリアは真冬なんですね。でも寒くてしょうがなくて、で髪の毛洗ってる最中に冷水になったので、もう本当にもう全部泡流さないと出れないじゃないですか。なのでもう凍えながら全部流してっていう経験がありますね。でオーストラリアって古い家とかだとお湯をタンクで溜めてるっぽいんですね。なので、そこの容量が比較的多分その家は小さくて、5分間のお湯を溜めるタンクしかなかったので、後々調べたら、それが原因だったみたいなんですけど、これに関してもね、オーナーに言って、なんせもう何人でもシェアしてるから、直してっていうところで話しても、結局ね私そこに3ヶ月住んだんですけど、治らなかったんですね。であとは急にね予定なくインスペクションが行われるんですね。インスペクションって内見と同じなんですけど、オーストラリアって日本みたいにプライベートな内見じゃなくって、いついつインスペクションだからみんな来ていいよみたいな形でオープンインスペクションっていう形が取られてるんですね。で私はそれが忠告されていなくって、それが私が入居して3日後ぐらいだったのかな。で朝寝てたら
急にもうなんかゾロゾロと10人ぐらいの人が来て、で私本当にパジャマだったし、なんかいろいろその辺に散らかしてたので、でも急いで片付けてみたいなのが起きたりとか、本当にお金のことしか考えないオーナーだったので、なかなか一つのシングルルームが埋まらなかったんですね。やっぱりこうシティにあったのと、シングルルームの方がお家賃がちょっと上がるので、そこが空室状態になっちゃってると。で、そこにシングルルームだからそんな大きくないんですよ。本当にベッドがね1個あって、もうそれで十分って感じのスペースなんですけど、そこにシングルベッド2つを持ってきて、シングルルームをシェア部屋にして、そしたら1人から家賃を取るよりもちょっと多く取れる。なので、それをしようって、急にそれも忠告なくオーナーの多分お手伝いみたいな、なんかお兄さんがめっちゃ急に入ってきて、でそこ一応でなんか女性専用のシェアハウスってされてたので、なんかちょっとその辺はなんか最初にね前もって言ってほしいなというのもあったんですけど、そういうね気遣いもなくっていう形でしたね。であとは乾燥機が壊れてたんですね。でそれも言ってたんですけど、ずっと直してくれなくって、あと1回停電したことがあって、でその時もすぐね別のハウスメイトの子がオーナーにこう連絡したんですけど、結局トータルで1週間直しに来てくれなくて、で結局冷蔵庫のものがねもう全部腐ったんですよ。こんな感じでもうひどすぎますよね。私の友達だとこうボンドを返してくれない、なかなかなんですかね。でもその人がいろんなシェアハウスを多分経営してたので、その誰がどこに住んでるかとか、誰にボンドを返したかとかっていうのをちゃんと把握してなくって、で全然返してくれないとかっていうことかも言いましたね。であとは、こんな感じで鍵も壊れて壊れたんですけど、その前は普通に鍵が2個ぐらいしか部屋になくて、でそれも自分らでコピー作ってきてみたいな感じでみんなでこう協力しちゃってコピーの鍵をみんなで使ったとかもあったんですけど、そんな感じでしたね。本当にひどい。であとは結局5人の部屋だったんですけど、7人でシェアしてたんですよ。でもバスルームは1個だったんですね。しかもトイレとシャワーが一緒になってるタイプだったので、誰かが使ってたら、トイレは入れないみたいな感じで、朝とかってやっぱりこうバタバタするじゃないですか。で私もう我慢できず、っていうかもう時間もないしっていうので私ジムに行ってたんですけど、歩いて8分ぐらいはかかるとこに猛ダッシュでトイレに行ったりとかしてました。いや今考えたら本当にひどいですよね。みたいな感じでしたね。であとはやっぱり、シェアしてるので、それなりのやっぱり生活リズムの違いとか文化の違いとかもあって、私は日本人が2人と南米系の子2人とフランスの子1人は台湾の入れ違いもあったんですけど、あとはチリの子かな、みたいな形で結構インターナショナルな環境だったんですけど、南米の子とかはやっぱり電話を普通にイヤホンしてしないんですね。多分シェアハウス住んだことある方なら共感してくれるかもしれないんですけど、普通にフェイスタイムとかも音を立ててて、でもそれが別に悪いと思ってしてるわけじゃなくても、そういう文化なんですよね。でかつオーストラリアと南米だと、時差がかなりあって、オーストラリアの朝が南米の、夜だったりとかするので、夜中にもう大声で電話してたりとかするんですね。でもううるさい、寝れないとか、あとは、音楽もそうで、まずイヤホンとかもしないからすごい大音量でかけていたりとかもしてましたね。あとは生活リズムがやっぱり違うっていうのも起きて、本当に、夜型の子とかは深夜の1時2時とかにラーメン作って、でしかもそれを洗わずに置いといてあって、なのでそれでゴキブリがめっちゃ出たりとか、あとはそんなにルールも決まってなかったので、洗い物も
基本なんでしょう、常識とかっていうのは良くないんですけど、自分が食べたものは自分で洗うっていうのが、一応、マナーかなって私は思ったんですけど、でもそんなこともなく、食器がそのままだったりとかで、汚いのも嫌だから私も。で、私1階に住んでいてキッチンの隣だったので、その音とかもすごい聞こえるし、汚れとかもゴキブリがね出たら私の部屋にはすぐに来るんじゃないかとか思ったら、掃除もねしちゃったりとかで、結構そこはストレスがね本当にやばかったです。ジンマシンも出ましたね、そこで。そんな感じで1軒目は結構やばくって、でも誤解しないでほしいのが、みんながみんなねこういう部屋に住んでるわけじゃなくて、私は結構周りでも家運が悪かった方なので、こういうね悪い例として聞いてほしいんですけど、でもこんなね、ひどい状況でもうなんで住んでたかっていうと、私が当時アルバイトをしていたカフェがもう徒歩30秒ぐらいだったんですね、その家から。なのでもうそこに住むメリットっていうのがね大きくて、しかもカフェって朝早いですよね。5時半とかに起きて、6時にお店に行くとかなので、すごい便利が良かったので、そこに住んでました。で、今の仕事が決まってからは、ちょっと引っ越そうっていう感じで部屋探しをねまた始めて、で続きましてがね2軒目ですね。これは名付けてセクハラモラハラシェアハウスです。でこれはですね、簡単にこの家のプロフィールを説明しますとですね、60歳のオーストラリア男性、息子1人ですねが一応その家に住んでいて、その男性がオーナーっていう形でシェアハウスをしている場所でした。でそこは友達が紹介してくれて、もうすでに住んでいる友達が紹介してくれて、結構綺麗でいいよっていうところでね、で私も内見に行って、で部屋もすごく綺麗で広くて、何ですかね、ザ・オーストラリアっていう感じの一軒家だったんですね。もう本当に大きな庭があって、バルコニーにこう椅子が置いてあったりとか、バーベキューグリルがあったりとかみたいな感じの家で、いいなと思って、で友達も住んでるし、で私結構そこでね家探しに疲れてたんですね。もう結構なインスペも行って、でもなかなか決まらなくてっていうので、じゃあもうここにしようと思って決めたんですね。でなんとその日の夜に友達からこうテキストが来て、住む前に本当にごめん、でもその友達がそのオーナーにもうキスしていいって聞かれたらしくて、60歳の人がね20代の子に、しかも一緒に住んでるのに、そういうこと言ってね、もうやばって思って、私その時点でもう引っ越そう、次探そうって思ったんですけど、なんでそのことが起きたかっていうと、ちょっとこれは前回の動画では話さなかったんですけど、友達がね個人特定できない形だったらシェアしていいよっていう風に言ってくれたので、ちょっと話そうかなと思うんですけど、一つ空き部屋があって、それをその子がね私を呼ぶことで紹介してくれたから、その理由に、そのお礼でキスしていいみたいなことだったらしいんですけど、いやそんなのもう別にいらないですって感じだし、あとはそれ以外にもやっぱりちょっとしたことで何ですかね、コミュニケーション、ただの何ですかね、コミュニケーションだよみたいな体でハグを求めてきたりとかっていうのがあったみたいなんですね。でなので、いや本当に今後ねそういうシェアハウスに住むって考えてる人は本当に気をつけてほしいんですけども、こういうことがね実際に起きているので。でも私もすぐに新しいところが見つかるわけでもなかったし、でホームレスにはなりたくなかったんですよ。いやどうしようって思って、でももうしょうがない、住むしかないかっていうことで、結果1週間だけそこに住んだんですけど、私はね愛想振りまくこともしなかったですし、もう極力顔変わらないようにしようっていう風にしてたんですけど、でも私その時もリモートワークをしていて、お昼は基本自炊してるんですけど、私がリビングに出てね自炊してると、そのタイミングを見計らってなのか出てきて、ペチャクチャ喋りかけてきて、本当にストレスがやばいみたいな感じの状態で、入居して数日後に次の入居できる家を見つけたんですけど、一応オーストラリアって何週間前ノーティスとかっていうのがあるんですね。なので、基本
2週間前に引っ越す時はオーナーとか家主に伝えてねっていうのが入居前に前もって決めておくんですけど、私の場合はミニマムステイっていうのはなかったんですね。これも一応入居前の要項として何週間前に教えてください、退去するときはっていうのとか、あとは最低何ヶ月間は住んでねみたいな。そうじゃなかったらボンドって言って、最初の保証金みたいなのがあるんですけど、それは返さないよみたいなとかって一応ね約束をするんですね。で私はミニマムステイは内見した時点でミニマムあるって聞いたらないっていう風に言われていて、ただその紹介してくれた友達はミニマムステイが3ヶ月だか半年だかとかあったみたいで、なんかその時点で公平じゃないじゃないですか。そこもなんか本当に気持ち悪いなと思ったんですけど、とか本当に人によって言うことも変わるし、この日はこうやって言ったけどこの違う日はこうやって言ってるとかっていうのもあったんですね。でちょっと話がそれちゃったんですけど、家が見つかってからもう退去します私っていう風に伝えてて、でも明らかになんでしょう、早いじゃないですか。もう1ヶ月も住んでない。で一応2週間前ノーティスなのでちょっと3日住んで、その、結局は2週間後お知らせした日から2週間後までの家賃をね払わなきゃいけなかったんですけど、そういう話もしたりして、それを伝えてからもう態度がガラッと表変したんですね。で掃除当番っていうのが決まっていたんですけど、私の番が終わった時に私掃除をしたんですね。で他のシェアメイトは私が掃除したのは見ていて、でもやってないだろみたいな、ちゃんと綺麗にもなってないしお前は絶対やってないみたいな感じでチャットされて、でキッチンのカスみたいなのがある写真が送られてきて、ほらやってないじゃんみたいな。でゴミも捨ててないみたいな。で私ゴミを捨て忘れたんですね。本当にアホなんですけど、これは私のね悪かったこととして、でもそれはゴミは捨てるねごめんねみたいな感じで送ったんですけど、で結局嘘ついてるみたいな感じでめっちゃ言われて、でもう話しても無駄だと思って、でその日はねもう諦めたんですけど、結局退去する時にボンド、さっき話した保証金は基本的にまるっと返ってくるのが普通なんですね。でもちろん約束した2週間前にノーティスっていうところは私が守れなかったので、その分は家賃は払うよっていう約束だったんですけど、謎にその掃除をサボったからっていうので謎に$100マイナスされて帰ってきたんですね。最初話したのは自分は弁護士でお金に困ってないからそんなにお金も要求しないよみたいなことを言ってたんですよ。で家賃の話とかも一応インスペの時に、交渉したりもするんですね。で私も本当にこの金額とかいくらいくらはどうとかこれ以上にかかるお金はないとかっていうのを聞いて、その聞いた時にねそうやって返してきて、で私はちょっと笑うしかできなかったんですけどっていうのがあったのに、$100取るんだみたいな感じで思って、そういうねムカつくことがあったんですけど、本当に無事ね私は何もなく退去できたので、本当にもう何でもいいやって思って、いい勉強代だって感じだったんですけど、そうだ、あともう一個あったのが退去するって伝えてから新しい飛行をね、向こうも決めないといけないじゃないですかってなって、でも私リモートワークをしてたので基本部屋にいたんですね。なんですけど向こうがインスペクションをセットしたらその日その時間帯はもう部屋から出てみたいな感じで変な隔離室みたいなところに移動させられて、打ち合わせがあるとかないとかもう関係なく勝手にもう予定も組まれていて、別に私がいたとしても私の部屋の中は見せれるじゃないですか。なのにお前がいたら次の人が決まらないだろうみたいな感じで、もう絶対にもうインスペの間は隔離室に入れさせられるっていう嫌がらせを受けてですね、これもまためちゃめちゃストレスだったんですけど、みたいな感じでもう小さなねいじめをね受けておりました。本当にその時はオーストラリア生活史上もう一番ストレス値が高かったですね。1軒目はもちろんねムカつくこといっぱいあったんですけど、この2軒目に関しては本当に屈辱感がすごくて、結局こういう人ってアジア人とか、女性とかを結局は下に見てるんじゃんとか
か、自分はここにいてね、すごいやっぱり弱い立場なんだみたいな風に現実を突きつけられたような気がして、本当にもう悲しいし、なんかムカつくし、なんでここにいるんだろうみたいな気持ちになっちゃって、ちょっとネガティブなんですけど、そういう風なねこう時期がねありました、私も。で、あとは友達の話の方がもう結構もっと多分ひどくて、もう友達もね本当に大変だったなって思うんですけど、ちょっとムカついたなっていうところを、シェアしていいっていう風に聞いたら教えてくれた内容があって、ちょっとシェアしたいんですけど、まずなんかそういう性的な目で見られたことが本当にムカついて、私をねこう紹介してくれたっていうお礼で、和解したんですけど、その後も別に結局なんかこうね、こうフレンドリーを装ってそういうのがあったみたいだったりとか、あとはなんかルールがすごいコロコロ変わって、で私もこれ確かにそうだったなと思ったんですけど、なんか最初は家賃以外にかかるお金はないっていう風に言ってて、でもなんか追加でなんか違うこれの要求されたりとか、なんかこれ買ったからこれ折半してとかで、別に買うのも私たちに確認があったわけではなかったので、そういうのが変わったりとか、あとはなんか本当に多分気象とかも変わるみたいで、すごいフレンドリーな時もあれば、すごい怒って、結構ねもうなんでしょう、モラハラみたいなことを言われるようなこともあったみたいで、その人は自分がこう弁護士だっていう風に言ってたんですけど、そういうのをねかざしていろいろこう言ってくる手続き的なこととか、あとはこう家とのね契約みたいなところでいろいろ言ってきてたみたいで、その子自身も弁護士事務所に通ったっていうのがあったみたいです。あとは、ちゃんとその子はねレントも払っているけど、そういうのがあったせいで家がねもう居心地悪すぎて、毎日ね深夜に帰るっていう日が、1,2 ヶ月ぐらい続いちゃってたみたいで、本当にもうひどいですよね。ただもうこんなねひどい経験を経ても友達は前向きに最後まとめてくれていてですね、結論こう英語ができない外国人とかだとやっぱり痛い目を見るんだなっていうのを痛感したっていう風に言っていて、これきちんと英語を勉強して、そういうね人とも、戦えるくらいの英語力を身につけてから留学するのがベストだなっていう風に言ってました。ただ彼女はねそのおかげで、今も英語勉強するモチベにもなってるし、なんかその期間に学んだことっていうのが多かったみたいで、そこをねこうプラスに、捉えようと捉えて結果いるので、いや本当に素晴らしいなっていうふうに思いました。で、このね激ヤバシェアハウス2軒を終えて、私は3軒目のシェアハウスに移ったんですけど、ここはね本当に快適でした。最初の2軒がひどすぎて、もうなんて快適なんだろうって思いましたね。今思ったらすごくハードルが低かったなって思うんですけど、でも本当に幸せだったんですね、そこに住み始められたことが。で、そこはどうやって見つけたかっていうと、韓国人の友達が紹介してくれた韓国人の部屋探しコミュニティみたいなところがあって、そこで見つけたんですけど、でオーナーの子はその子がアパート一部屋を契約していて、でそこにもう2人女の子がいて、そのうちの1人が私なんですけど、でその子にお家賃を払ってるみたいな形で住んでいました。そうで、私は一応セカンドルームに住んでたんですけど、大体オーストラリアってスタールームって言ってこうシャワーとトイレとかが一緒についてる、一番大きめの部屋がスタールームってあるんですけど、そこセカンドルームですねは基本的に一人部屋ベッドルームがあって、基本的には外に備え付けれてるバスルームを使うっていう形で、あとはまた別にリビングルームがあるっていう作りが基本なんですけど、私はそこのセカンドルームに住んでましたね。でなのでバスルームはシェアしてたんですね。そのオーナーの子はスタディルームって言って、ちょっとなんていうんですかね、小さいスペースみたいなのがあって、そこも割と広いんですね。でそこにベッドを置いて、仕切りかなんかをこうねつけて、
でそこで寝てて、そこがベッドルームみたいな感じで使ってて、であとはリビングルームに基本いる、で物とかも置いてるみたいな形でした。で本当に快適だったんですけど、基本的に私は自分の部屋にいるっていう感じで、リビングにはその子がいて、あとはもう衣装グッズとかも全部あるので、あんまりリビングにいる時間は少なかったかなっていう感じで、やっぱり私はもうリモートワークをしていたので、家にいる時間が長くてですね、家に投資するべきじゃないってやっぱり気づいて、であとはその子から結構影響を受けたんですけど、私も自分で部屋を借りてみたいな、いつかっていう風に思ってて、今このね住んでるアパートを見つけて住み始めたっていう感じになります。で今の家はですね、前の3軒は基本的に見つけ方としてSNS で見つけたんですね。1つ目は Facebook で見つけて、2つ目はフラットメイトかな、一応載ってたんですけど、私の場合はね友達の紹介なので実際にフラットメイトを通して借りたわけじゃないんですけど、基本探してたのは、フラットメイトですね。3軒目はその Facebook の韓国コミュニティから見つけました。で今の家が日本で家を借りるのに一番近い形かなって思うんですけど、私が使ったプラットフォームをちょっとここに載せるんですけど、ここを見て、でそこって結構元々のエージェントのサイトとかにも載ってたりする同じような物件で、そこのサイト経由で実際にエージェントのホームページに飛んだりとかして探していました。で基本的にですね、オープンインスペクションこれも行われてて、土日結構多いんですけど、もう本当にたくさん行きました。でこれもですね審査があるんですね、日本でもあるように。ただすごい競争が激しいんですよ。で人気のエリアとかだと、私が経験したので、もう一室すごいいいエリアで階層も高めで綺麗でっていうところだと、もう30人ぐらい一気に一部屋にですよ、一部屋に30組インスペに来ていて、でそこから審査が通った人しか住めないんですね。なのでその貸し出すオーナーも条件がいい人に貸したいので、例えば提出する書類としてビザと、あとは収入条件ですね、ここが多分一番見られるところで、っていうのもシドニーってもうオーストラリアでも一番家賃が高いですね。世界的に見てもかなり家賃が高い都市の一つだと思うんですけど、なのでその1週間のとか2週間とかそのレントをちゃんと払っていける人なのかっていうところが結構シビアに見られていて、なので収入条件ですね、あとは一人で住むには広すぎるので基本シェアになるんですけど、このシェアする人との一応ペイスリップですね、給料明細をガッチャンコして提出するっていう方法を私は最終的に取ったんですけど、そういう感じでねアプリケーションを作って、で今まで住んできた家とか、あとは上司のリファレンスとか友達のリファレンスとかも書いて、で提出してっていう形で今の家を決めました。でエージェントによっては結構助けてくれるエージェントとかもいたので、そういうエージェントにね出会えるとスムーズに借りれるのかなっていうふうに思いました。あとは自分で借りる場合は先に一緒に住んでくれる人をね見つけた方が絶対いいなっていうふうに思いました。私は本当に運よく高校からの友達がオーストラリアにワーホリに来るっていうタイミングで今の家を借りれたので、最初一緒にね住んでくれるっていうところでね住んだんですけど、じゃないと一人で借りるってなると収入証明もやっぱり厳しいですし、いざじゃあ住み始めましたってなって一緒に住むルームメイトが見つからなかった場合、自分で家賃をカバーしなきゃいけないんですね。なのでそこは気をつけた方がいいのかなっていうふうに思いました。はい、すんごい長々と話したんですけど、最後ねまとめとして、このような私の経験を踏まえて、どういったところに気をつけて家探しをしたりとか、実際にね住む家を決めたらいいかっていうことについて話していこうと思います。まずですね、ホームステイとかをしない場合ですねは、最初に到着してから滞在する場所を見つけないといけないですね。なので私の場合は1週間バッファーを取ったんですけど、
私の他にはこうエアビーを1週間取ったりとかっていう子もいましたね。でその最中に家探しをするんですけど、家探しのツールとして、よく使われるのが、フラットメイト、Facebook とガムツリーとジャムズ TV ですね。最後のは日本人の一応コミュニティサイトになってるので、日本人と住む方が安心とか、綺麗にね清潔に使えそうっていう場合はそこも見てみるといいのかなっていうふうに思います。で大体シェアハウスを探す時にあるパターンとして私的に2つかなって思っていて、1つが、オーナーが物件を管理してるパターンですね。なので私が住んでた家の1軒目2軒目に当たるんですけど、1軒目はそのオーナーは一緒に住んでいなかったんですけど、そのオーナーがいて、そこを管理していて本当に自分と似たような人たちが一緒に住んでるっていうような状況ですね。で2軒目の場合は、オーナーが一緒に住んでたっていう形ですね。はい、3軒目に当たるところがもう一つの種類の方で、アパートの一室をこう借りてる人に自分が家賃を払うっていう形です。なので私が次にねシェアハウスにまた住むとなってどうやって見極めるかっていう観点で話すと、私は本当に後者の方がいいかなっていうふうに思います。細かく言うと、もし女の子が、この動画見てくれてる方が女の子だとしたら、女性でこうアパート一室を借りていて、その借りてるうちの一つ、セカンドルームなのかマスタールームなのかを貸し出していて、でそこに自分が住むっていう、でその住んでる間は家賃はその女の子に払うっていうパターンが私は一番安全なんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんね人によって家に対する価値観って違うと思っていて、せっかく留学するならみんなでこうワイワイしたシェアハウスがいい、男女混合でこうインターナショナルでっていう場合だとちょっと私が話したようなところはこう当てはまらないかもしれないんですけど、もう私と似たような、価値観で、家はやっぱり綺麗で、安心できる場所がいいっていう場合だったら今言ったようなねなるべく女性専用の方がいいですし、あとはこうオーナーが管理してるタイプじゃなくって本当にアパート一室を借りてる人に自分が家賃を払うっていう方が、公平だし、そういうトラブルも少ないんじゃないかなっていうふうに思います。私の経験をもとにももちろんなんですけど、私の友達の話をね聞いても、そういう家に住んでる子は結構快適に暮らしてるイメージがあります。であともうこれは本当に気をつけてっていうのがあって、こう男性オーナーでかつ一緒に住んでる場合は本当に気をつけてください。フラットメイトとかでも私もちらほら見つけて、それこそもう家とかアパートとかにこう男性が住んでて、その貸し出してるその部屋は女性オンリーみたいなで、こんな綺麗なのにこんなに安いんだみたいな価格設定なんですよ。でなのでもう本当にそういう目的でしかないので、もうそういうところはもう本当に絶対インスペも行っちゃいけないです。気をつけてください。であと友達の話だと家族で住んでいる家とかに、一室が空いててそこに住むっていうパターンでもその旦那さんがセクハラしてきたみたいな話も聞いたことがあって、いや本当にやばいなって思ったんですけど、なので私はあんまりなんですかね、みんなワイワイで友達みたいな雰囲気で男性がいる、複数人男性がいるっていうパターンは全然大丈夫だと思うんですけど、年齢もね同じぐらいで、ただ結構上な年齢の男性でっていう場合だと一緒に住むのはちょっと一旦ねよく考えた方がいいと思います。女性って直感あるじゃないですか、これって危ないんじゃないかとか。なので本当にそういう自分の直感も含めて信じてみて、本当に大丈夫かどうかっていうのをね疑う気持ちで見た方がいいなっていうふうに思います。あとは気にするポイントとして私が感じるのが、結局はシェアメイトとの相性で、幸不幸が結構決まるところがあるなと思ったので、インスペする時にもしね聞けたら、相手のライフスタイルとか、朝方なのか夜方なのか、仕事はいつしてていつ帰ってくるのかとかっていうのをなるべく自然に聞いた方がいいなっていうふうに思います。あと休みの日とかですね、例えば
じゃあオフィスの時間働いてる人とレストランとか、なんならバーとかで働いてる人がこう一緒に住むと、やっぱりオフィスで働いてる人は朝早く起きるけど、こうバーで働いてる人はやっぱりね、遅くまで、もう朝なんなら12時1時2時とかまで仕事があったとしたら、それが終わって帰ってくるので、こうお互いのね睡眠を、逆もしかりで、もう帰ってきて朝ねまだ寝たいのにもう一人がすごいバタバタしててとかっていうね問題もこう起きてくるので、そういうところも結構見た方がいいなっていうふうに私は思いました。あとはこの衛生観念もとかですね、フラットメイトを見るとどれぐらいこの人が綺麗好きなのかとかも、結構細かく書いてあるんですね。なのでちゃんと自分の価値観と照らし合わせて合うか合わないかっていうのは見極めた方がいいなっていうふうに思います。あとは結局はですね、お金が物を言いますね。やっぱり安いところはそれなりに問題があったりとか、結構汚めだったりとかするので、住む場所にねお金をかけるっていうのは、自分の安心とか快適度をね買う面でもかなりありな選択だと思うので、そこはね準備できるだけしてきたら、私みたいなねこういう経験をせずにいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上になります。すんごい今回ベラベラ長く話したんですけど、本当に聞いてくれてありがとうございました。そしてですね、今後オーストラリアの留学ワーホリ考えている方、特に女性ですね、本当にセクハラパワハラみたいな気持ち悪い問題がたくさんあるので、気をつけてほしいなっていうふうに思います。自分の身はね自分でやっぱり守らないといけないので、やっぱりこう舐められないようにもう強くね、英語もしっかりですけど、あとはこう強く出る、嫌なことは嫌っていう風にちゃんと伝えるのが大事だと思うので、はい、そこをねちょっと強く生きていきましょう皆さん。はい、ということでうまくまとまってないんですけど、こんな感じで、この動画いいと思ってくれた方はいいねボタン、またコメントですね、私はこういう経験あったよとか、これはでもちょっと違うんじゃないとか意見があったら今後来たいって思ってる人の参考になると思うので、ぜひ残してもらえたら嬉しいです。またチャンネル登録もねぜひしてくれたら嬉しいです。お願いします。はい、じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。